ペンダコ。Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. こんにちは、ペンダコ先生です。普段私はフランスで漫画の講師をしています。皆さんはこんな風に悩んだことはありませんか？人物がうまく描けない。頭の中ではすごくかっこいいイメージができているのにうまく表現できない。なんか絵を描く気にはならない。全然絵描く気にならない。何にもできない。無理。もう私は逃げる。今回はそんな悩みにお答えするために漫画を描き始めた初心者の方から本当にプロの漫画家になりたいと思ってる私の学生さんまでみんなにおすすめできる漫画が上達する本を3冊紹介したいと思います。それぞれ選んだ本を一言で紹介すると、1冊目はキャラクターを描くのに役立つ本、2つ目は演出について学ぶのに最適な本、3つ目は創作のイマジネーションをかきたてる本。初めの2冊はフランスでも買いやすい本を選びました。最後の1冊はフランスで手に入れるのは難しいかもしれません。 Amazon で日本から取り寄せないと手に入らないかもしれません。でもね、それでも本当におすすめの本なので今回紹介します。以上、この3冊今から紹介していくんで、ぜひ最後まで聞いていってください。それでは始めていきます。ペンダコ。キャラクターを描くのに役立つ本を紹介します。これ、モルフォ人体デッサンミニシリーズ、箱と円筒で描く。ちょっとよく持ち歩いてたんでカバーがなくなっちゃったり汚れちゃったりしてるんですけど、これめっちゃいい本です。筆者がフランスの人なんで、この本知ってる人も結構多いんじゃないですか。見たことある人はもう知ってるかもしれませんが、この本はミシェル・ローリセアというフランスで20年以上経営体学について教えている先生の本です。どんな形の組み合わせで人体が構成されているのか分かりやすく説明されています。実は翻訳版が日本で出版された時に日本のツイッターとかアート系のウェブサイトですごい話題になりました。今までもたくさんね参考書があるのになんでこんなに話題になってるんだろうって、その理由を知りたくて私も購入しました。実際この本はめっちゃいいです。この本をパッと開いた時にこう見開きでたくさん絵がありますよね。この見開きの中に初心者から中級者まで模写できるレベルの絵が1点は入ってるんですよ。だから自分のレベルに合ったところから模写できる。人体って難しくないなって思わせてくれるんですよね。僕は学生時代アニメーションの勉強した時はこれぐらいの人体を勉強するための本、これ全部模写してこいみたいな宿題が出ました。夏休み全部使ってやったんですけど、もうめちゃくちゃ大変でした。それに比べてこれはすごく小さいしかも解説も分かりやすい。絵を上達したいなっていう人はですね、もうこれ全部模写した方がいいと思います。初心者の人はこれならできそうだなってところから模写してみてください。そしたらどんどんこれもできる、これもいけそうだなっていう風にいつの間にかキャラクターが描けるようになりますよ。2冊目ですね。演出について学ぶのに最適な本を紹介します。クライマックスまで誘い込む絵作りの秘訣というタイトルで日本版が出版されています。僕は主に漫画の演出についての授業をしています。授業をしていると学生さんに演出についての何かおすすめの本ないですかってよく聞かれます。その時におすすめしているのがこの本です。筆者はマルコス・マテウ・メストレさん。アニメーションやグラフィックノベルを手掛けるアーティストです。フランス語では出版されてないですが、英語版が出版されてます。いろんな演出についての本が出てますけど、数ある中で一番しっくりきたのがこの本だったんです。フランスでも手に入りやすいです。この本で注意が必要なのは、小回りについての概念は漫画とは少し違っています。ただ、構図、ライティング、カメラのレンズといった重要な要素がこれでもかと網羅されてます。それについてはまだ動画にできてないんですけど、構図、ライティング、カメラというのは漫画を描く上でもとっても大事な要素なんですよね。なので、この知識とテクニックの数々を蓄えることで、あなたの漫画はもっとより良くなりますよ。例えば、会話シーン一つとっても、陰影や背景に変化をつけることでシーンの印象を変えることができる。
それに読者の視線をコントロールするためのテクニックの数々が紹介されています。今話したのはほんの一部で、膨大な量のテクニックを紹介してくれます。一つ一つの例もすごくわかりやすくて、絵から受け取る印象の理由がわかりやすく文章で語られています。あまりの情報量にびっくりするかもしれませんが、最初はわからなくても、ずっと絵や漫画を描いていれば、なんだ、そういうことなのねって感じで理解できる時が来るはずです。漫画を描いてて、描きたいシーンがなんかうまくいかないなとか、とにかくかっこいい構図を描きたい、かっこいいシーン描きたいっていう人は、この本、めっちゃおすすめです。さっきも言ったんですけど、注意点。これ注意点ですよ。小回りについては漫画とは違う演出論や概念なので、そこだけは注意してください。はい。3冊目はですね、創作のイマジネーションをかき立てる本です。フランスではちょっと手に入れるのは難しいかもしれませんが、ぜひおすすめしたい本なんで、今回この本を最後に紹介しようと思いました。これ、吉成洋の画集落書き編。これはアニメ監督、アニメーターの吉成洋さんが仕事の合間に書いた落書きを集めた本です。私は大学の漫画アニメを学ぶコースで4年間勉強しました。その時に出会った友人は今もアニメ業界でたくさん働いてます。そして今でも僕はアニメを作る人たち尊敬してるんですね。この方は大学時代から本当に尊敬している、クリエイターです。この本が発売されたのは私がフランスに行く前の年、コミックマーケットっていう東京で開催される日本で一番大きい漫画アニメのイベントで先行販売されていました。なので私はその本だけを買うためにコミケに行きました。すっごい暑い夏だし、もう何万人っていう人の中並んでこの本を買ったんで、もうめっちゃ大変でしたけど、苦労の価値のある本でした。で、この人はもうどんなポーズもどんな年齢のキャラも描けてしまう人なんで、そんな人のたくさんの落書きが一冊の本になる。そんなの絶対買うでしょって思って並んだわけですね。ラフな絵って自分の創作意欲もかき立てられませんか？この絵は何のために描いたんだろうとか想像すると、そのイマジネーションが刺激されますし、これあのアニメのキャラのルシャーシュやんみたいなのも入ってたりします。あの作品ができるのにこんなに試行錯誤してたんだって思うと、自分の中のアイディアもまずは落書きでいいから描いてみようって気持ちにさせてくれるんですよ。単純にページめくってるだけで絵を描きたくなってくるんですよね。だからやる気が出ないな、もうほんまに絵とか描きたくないな、なんかみんな上手いしな、もう自信ないわみたいに思う時も、この本をペラペラめくってると、すごいな、やっぱ俺好きやな、なんか描きたいなっていう気持ちにこうなってくるんですよ。こうポジティブな気持ちが蘇ってくるんですよね。だからもしあなたもね、好きな作家が落書きとかスケッチブックとかをまとめている本出してたら、それは絶対に買った方がいいです。手に取って置いておくと、その元気をくれると思いますよ。てんだはい、というわけで今日は私のおすすめの本を3つ紹介しました。それぞれキャラクターを描くのに役立つ本、演出について学ぶのに最適な本、創作のイマジネーションをかきたてる本、特にこの2冊はフランスでも手に入りやすいですし、初心者から中級者の方まで役に立ちますから、ぜひ手に取ってみてください。本のタイトルについては概要欄に載せておきます。本当はもっとたくさん紹介したい本があるんですけど、それはまた別の機会にお話できたらと思ってます。皆さんのおすすめの本も知りたいので、ぜひコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルは漫画制作に役立つ情報を皆さんにお伝えしたいと思っています。どんなことを動画にしてほしいかコメントしてくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価いつもありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアント。